はい、そしてこちらはロマンティックレースです。雨で傷んでお花が水玉模様のようになっています。毎年春はちょっと花数が少ないようです。でもお花長持ちの子ですし、つぼみもまだまだあるのでまだまだ楽しめそうです。お花を近づけても香りはわかりません。全体像としてはこんな感じで8号鉢です。はい、こちらは丈夫な集計バラのブラッシュノックアウトです。この子はバラを始めた当初にとても丈夫だということで購入したんですけれども、今考えると貝殻虫にやられちゃって全然咲いてくれなかったんですよね。で、一旦げんこつ剪定のようなことをしてここ 2,3 年ようやく咲いてくれるようになってきた子です。ものすごく強いと言われる集計バラでもやっぱり害虫とか病気とか弱るとなかなか咲いてくれないんだなと勉強になったバラでした。うちで調子の悪かったボレロもタイプとしてはタイプ1ですもんね。無農薬でもいけるかもしれないような強いバラなのに自生が弱かったというか生育状況があまり良くなくてうまく咲いてくれなかったという状態でした。この子も残念ながら香りはないようです。全体像としてはこんな感じで8号鉢でこじんまりと育てています。はい、この子はゴスペルです。とってもいい香りがしています。ハイブリッドティーでお花数は少ないんですけれどもまた2つつぼみがあります。全体像としてはこんな感じです。8号鉢です。お花を近づけると中高ぐらいですかね。強硬とはあまり感じませんが、でもいい香りがわかります。はい、そしてこれまたお気に入りがやってまいりました。スノーグースです。この子は咲き始めると少しずつ咲き進んでいくので長く楽しめるんじゃないかと思います。かわいいです。このクリーム色の絶妙なグラデーションも大好きです。そして絶賛枝枯れ中です。こことか枯れてきちゃってます。お花を近づけるとなんとなくお花っていう感じの香りがします。バラの香りというよりもお花の香りです。全体像としてはこんな感じです。今はずっと8号鉢に入ってるんですけれども、この子は四季咲きですし、いつかお庭に下ろして大きく育ててみたいなとも思っています。
はい、この子はオールゾラスピノーラ、つぼみが可愛いバラだと思います。お花はこんな感じで、お花も可愛いですけども、全部咲き揃っちゃうと全部このお花なので、私はつぼみがたくさんある方が可愛いなと個人的に思ってます。お花を近づけるとうっすらと香りがわかります。ちょっと覆輪っぽい感じもありますが、雨に弱いお花だなと今回思いました。傷んだ花びらはあまりひどいのは玉ねぎのようにむしりました。で、つぼみも結構茶色くなっちゃって今回取り除いています。全体像としてはこんな感じで8号鉢です。で、結構つぼみの期間が長いので割合と長く鑑賞できると思います。はい、こちらはパープルスカイラインというバラです。こちらも春限定のお花だと思います。お色がとっても綺麗ですね。お花を近づけるとかすかに香りがあるような気がします。全体像としてはこんな感じです。小さなつぼみがまだまだたくさんあります。少しずつ咲き進んでいって、で、桜のようにハラハラと花びらが散っています。綺麗ですね。はい、こちらもお気に入りの吉池先生のベイビーハンズです。柔らかい雰囲気がとっても可愛いと思います。残念なことにこの子も眼種なんですよね。一昨年くらいかな、眼種を見つけました。でもシュートもいくつかは出てきてくれてます。とコブも、でもあれかな、今年用土買いしてないから見つけてないだけなのかな。去年も用土買いしてませんし、もしかしたらまだコブはあるかもしれません。お花数が少ないようですので根調子ではない感じですよね。葉っぱのみずみずしいお色も好きなんですけれども、ちょっと毎回お薬で焼けちゃうんですよね。でもとっても綺麗だと思います。全体像としてはこんな感じです。去年はシュートが出てきてくれなかったので久しぶりのシュートで嬉しいです。ただしシュートにアリさんが上がってたのでアブラムシ注意したいと思います。